どうも、ワンピースの尊く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ルフィのモデルと奴隷を解放する神、太陽の神ニカです。10ヶ月前のこちらの動画では、太陽の紋章の国、マケドニア王国の王、アレクサンダー大王の物語、アレクサンドロス・ロマンスは、ルフィやワンピースのモデルではないかと考えました。その動画でルフィのモデルにはもう一人いると言いましたが、それが今回考えたいハックルベリーフィンです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしコミック派の人は多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。と、その前に一応言っておきますが、今回の動画はいつも以上にあくまでも個人的な見解です。小田先生の意図とはもちろん違うかもしれません。個人的にこのように読み取れるというだけです。小田先生は作品には意味は込めないと公言しています。しかし、読み手がどう考えるかは別の話であり、それは自由であると小田先生も言っていますから考えていきましょう。また、今回の動画はデリケートな話でもあるのでおふざけなしでやります。行きましょう。ルフィのモデル、モチーフとは誰か。それはまず、麦わら帽子に秘密があると考えました。麦わら帽子の少年が冒険をして宝を狙う話といえば、トム・ソーヤの冒険がまず頭に浮かぶでしょう。トム・ソーヤは殺し屋、インジャン・ジョーが隠していた盗賊の宝を親友のハックルベリー・フィンと見つける冒険小説です。このトム・ソーヤの冒険は日本でも有名ですが、この話には続きがあります。それがハックルベリー・フィンの冒険、以下ハックの冒険です。トム・ソーヤの親友だったハックが主人公になった物語です。このハックも麦わら帽子をかぶっており、このハックこそがルフィのモチーフだと考えます。トム・ソーヤとハックの二人は多くの考察者が表裏一体の関係であると考察しています。原始的な存在から現代的な子供へと移りゆく表を表すトム・ソーヤと、逆に原始的な存在へと帰っていく裏を表すハックという対比です。そしてハックの冒険では差別問題が扱われています。僕がルフィやワンピースのモデルやモチーフがハックルベリーフィンだと考えたのは魚人島でした。魚人は長年差別や迫害されており、それを解放する人物は明らかに魚人島でヒーローと呼ばれたルフィだと読み解けるからです。ワンピースは実際の大航海時代を土台として描かれていますから、その大海賊時代で差別されている魚人は、イコール大航海時代に差別されていた黒人のイメージとして描かれているかもしれません。しかし一方で、魚人は逆に白人のイメージとしても描かれています。それは迫害されたホーディたちが逆に人間を下等な種族だと呼んで、人間に加担する魚人を差別し始めました。これは奴隷解放の戦い、南北戦争後に結成された白人至上主義を謳う過激な組織 KKK、クークラックスクランを想起させます。そんな奴隷制度が世界で禁止されたのはわずか74年前です。大航海時代16世紀から18世紀の3世紀にもわたってアフリカ人を奴隷とみなした奴隷貿易が行われていました。同じようにワンピースでは様々な人種が人間オークションで取引され、中でも人魚と巨人は高値で取引されていました。そんな人魚を含む魚人たちの長年の願いは、暗い深海から明るい太陽の下へ暮らすことです。それを導くのが太陽の神ニカ・ルフィでしょう。ハックの冒険の簡単なあらすじは、アルコール中毒の親父から逃げる麦わら帽子の少年ハックと、別の土地へ売られそうな黒人奴隷のジムの二人がイカダで川を下って差別のない自由な土地を目指すお話です。これは自由を目指すルフィや魚人たちと同じであり、そしてハックルベリーの口癖はルフィと、そして光月おでんと同じ窮屈で仕方ないです。さらにアルコール中毒のハックの父親は酒好きの街道を想起させます。またこの他にもハックの冒険がなぜルフィやワンピースのモデル、モチーフだと考えたのか、その理由はヘミングウェイにあります。コミックス5巻と39話のタイトル、他がために金は鳴るとは、ヘミングウェイの名作小説のタイトルです。そんなヘミングウェイはハックの冒険について、この作品以降にこれに匹敵する作品は存在しないと大絶賛しているわけです。ヘミングウェイを知っている小田先生がマーク・トゥウェインの作品麦わら帽子のハックルベリーを知らないはずがなく、ハックルベリーフィンこそがルフィのモデルだと考えてきたのですが、ここに来てジョイボーイイコール太陽の神ニカが確定し、カリブ海において奴隷たちの踊りの神だったジョイボーイという神がいたことも発覚しました。そして作中で奴隷解放の戦士だと呼ばれる太陽の神ニカ、そのどちらもがルフィだったことが確定しています。そして1036話の扉絵では氷の中に謎の文字が書かれていました。これを読み解いた人がツイッターグスタさんです。彼は1036話の扉絵の謎の文字は1967年に公開された映画ソレイル、ああ太陽ではないかと読み解きました。この映画ソレイユは黒人差別がテーマであり、ソレイユとはアフリカから奴隷としてカリブ海に連れて行かれたアフリカの黒人の痛みを物語る歌から名付けられたタイトルだそうです。
この話はジョイボーイの元ネタと合致しています。そして前回の動画で考えたように、黒人奴隷制度を解放したのはアブラハム・リンカーンです。おそらく偶然の一致だと思われますが、リンカーンの名言には、人格は木のようなものであり、評判はその影のようなものである。影とは我々が人の性格をどう思うかということであり、木こそが本物であるという名言があります。ニカとはモルジブでゴムの木という意味であり、ニカイコールゴムの木の幻獣なら、これは意味深です。偉大なる解放者、リンカーンは人格は木だと言い、評判は影だと言っています。スリラーバーグでは影がルフィに入ってナイトメアルフィ、悪夢のルフィになりました。一方、表裏一体だと考える鬼ヶ島では、人の夢を叶えるゴムの木、ニカの人格がルフィに入って解放の戦士、ニカルフィに覚醒しています。さすがにこれらは偶然でしょうが、面白い合致です。とにかく、これらのことから、小田先生は否定も肯定もしないでしょうけども、ワンピースでは人種差別の闇から世界を解放するテーマが見え隠れしています。以上のことから、ルフィのモデルの一人は、ハックルベリーフィンだと考えます。続いては、解放の戦士こと太陽の神ニカルフィと表裏一体だと思われる火災のキングを考えましょう。まず、ルフィと表裏一体となっているのが何度も言うようにサンジです。軟体な体と燃える髪を持つニカルフィ、硬い体と燃える足を持つジェルマサンジです。サンジが3と書かれたジェルマのスーツ缶を破壊したなら、ルフィは3、つまり太陽の神ニカになりました。そして発火するサンジは発火するルナーリア族キングに瓜二つだと言われていました。サンジとキングはどちらも発火し硬い体を持っていますので、こちらで考えたように同じような表裏一体でしょう。となると、ルフィとサンジは真逆の表裏一体ですから、ルフィとキングも真逆の表裏一体となりそうです。太陽の神ニカルフィとルナーリア族のキングです。ルナーリアとは月のようなという意味ですから、ルフィとキングは太陽と月であり、奴隷を解放する戦士、ルフィと拷問好きのキングという関係性になります。他にもルフィとキングはあらゆる点で似ているようで違うという絶妙なバランスでデザインされているようです。燃える髪を持ち、軟体な体のニカルフィと、燃える背中を持ち、硬い体を持つキング、さらに幻獣種ニカはゴムそのものの性質を持つ悪魔の実ですが、一方でキングが持つ悪魔の実、古代種プテラノドンはゴムのように顔が伸びます。これは勘違いしがちですが、キングの技テンプラうどんはルナーリア族の性質ではなく、プテラノドンの悪魔の実の能力です。テンプラうどんを放った1032話でキングは太古の昔、プテラノドンはこうやって狩りをしていたんだとしっかり言っていました。さらに、プテラノドンは魚を食べる恐竜、魚の天敵です。一方でルフィは魚人たちのヒーローであり、魚人たちの夢、太陽の元へをいつか実現するであろう、ジョイボーイです。ルフィとキングはここでも真逆となっています。また、プテラノドンは水中の魚類に気づかれないように体毛が白色だった可能性があるそうです。人獣型になったキングも白い肌のプテラノドンでした。そしてギアフィフスに覚醒したニカルフィは肌ではなく赤い服が白い服になっています。さらにキングが使う技、テンプラうどん、探求ドン、アンドンとは何でしょうか。これはおそらくドンはドンでもドン違い、ドーン、夜明け、D の石のイメージでしょうか。僕はこちらの動画で D とはドーン、夜明けの一族だと考えています。そしてキングは自分を解放してくれたカイドウをジョイボーイと重ねて世界を夜明け導いてほしいと期待をしていました。しかし一方でルナーリア族のキングは太陽の神ニカと敵対しているイメージもあります。それはまずキングの技探求ドンとは中国神話の英雄孔芸の弓の名前が元ネタでしょう。孔芸はその弓で太陽を射落としたという神話があります。ここから太陽の神ニカとルナーリア族には敵対関係のイメージもあるのです。その他にもキングのモデルはおそらくその傲慢さから太陽に接近しすぎたことで翼が燃えて墜落して死んだギリシャ神話のイカロスのイメージもあります。これはカリブ海の神ジョイボーイが記されていた小田先生が資料として使っていたかもしれない本創造と幻想の不思議な世界のイカロスの翼の項目に描かれているイカロスが翼をもがれるシーンのイラストがキング VS ゾロの戦いの最後の決着シーン1036話の構図に似ているからです。太陽の神ニカと月のイメージのルナーリア族キングはどんな過去やつながりがあるのでしょうか。今はまだわかりませんが、ルフィはいつの日か世界の闇を夜明けへと導くために世界政府と戦うでしょう。その時ぜひともキングにはルフィの味方になってほしいところです。なぜならキングは褐色の肌で、そしてキングが待っていた男ジョイボーイとはルフィなのですから。そしてリンカーンの名言には少年ジャンプ好きにはたまらない名言があります。敵が友となるとき敵を滅ぼしたと言えないかね。以上です。今回はルフィのモデルは
ハックルベリーフィン説、そして太陽の神ニカルフィと火災のキングの関係を考えてみました。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。